皆さんこんにちは、ショウです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。この題名のない手紙では、皆さんからいただいたリクエストやご質問をもとにですね、一緒に題名を考えて話していきながら、それが誰かの心に届けばいいなと、そんな思いで始めたラジオ番組になります。はい。で、今日がその第4回目ですね。で、そんな今日も皆さんからいただいた題名から話していきたいなと思います。はい。っていう感じで、前回この題名のない手紙っていうのを、このラジオ、ポッドキャストの一つのテーマにしたいとお伝えさせていただいたので、今日からこんな感じでちょっとやってみようかなと思います。はい。では、まず一つ目ですね。翔さんが好きな小説を紹介してほしいです。最近、本だったり小説を読み始めたのですが、その中で翔さんがこの本おすすめしたいというものがあればぜひ教えてください。お願いします。はい。というですね、ご質問、リクエストをいただきましたので、今日は本、その中の小説について、私が特に好きな本をですね、今日は2冊ご紹介したいなと思います。で、小説については、ここのゾーンにもあるようにですね、何冊か本は読んできているんですけど、今日はその中で2冊、原田マハさんという方のですね、小説を2冊ご紹介したいなと思います。はい。で、まずこの原田マハさんについて簡単に、お話しさせていただくと、原田マハさんは、芸術とか美術っていうのをテーマにした作品をですね、多く執筆されています。で、原田さんご自身も、作家になる前は、東京の六本木の方にある森美術館の設立に貢献されていたりだとか、あとニューヨーク近代美術館、モマだっけかな。そこでも、勤務されていたご経験があるなど、芸術っていうところにすごく造詣がある方で、なので作品の中でもそういう美術とか芸術っていうのを人間ドラマをそこに融合させたような作品が多い印象が私はあります。で、そんな私が大好きな原田マハさんの本なのですが、今日はその中でも特に個人的に思い入れのある本をですね、2つご紹介したいなと思います。で、その本は今ここに置いてある2冊になるんですけど、まず1冊目が生きる僕らという本です。これになるんですけど、すいません。これ見ても全然わからないと思うんだけど、私いつもこういう本を買ってすぐにカバーを外してしまうんですよ。で、カバーは他のところにしまって保管してるんですけど、いつも読むときにどっか持ち歩いたりバッグに入れたりするときも多いので、カバーがあるとカバーが曲がっちゃったり、なんかぐちゃってなっちゃったりよくするし、もう読んでて邪魔なんですよね、カバーが。なのですぐカバーを外しちゃうタイプで、すいません。今ここに置いてあるのも裸のやつなので、これだと分かりづらいんですけど、まずは生きる僕らっていう本をですね、ご紹介したいなと思います。で、ネタバレにならない程度で、ざっくり、概要、あらすじをお話しすると、この生きる僕らっていう本は、
いじめによってちょっと心を閉ざしてしまって、ずっと引きこもっていた、一人の青年が主人公なんですけど、その青年がある日、いろんな理由があって、ある方と再会するんですよね。で、その方との再会っていうのを一つきっかけに、少しずつ、社会だったり、あとその中で人とつながっていく、そんな物語になってます。で、その中で、畑仕事だったり、人との触れ合いっていうところを通じて、徐々に自分を取り戻していくっていう姿を描いたものになっています。で、この本は本当にあったかくて、もう出てくる人、いろんな登場人物が出てくるんですけど、どの方もすごく素敵な人たちがたくさん出てきます。なので、なんて言うんだろう。その登場してくる人たちの、心の温度というか、そういうのがすごく優しくて、寄り添いながらも、懸命にその人の人生を前に進めていくっていう、力をくれる本かなと思います。あと、これを読むと、ちょっとどこまで話していいかな、難しいな、っていうところなんですが、すごくお米が食べたくなるかなと思います。そのシーンの中で、農業っていうのが、シーンとして結構多く出てくるので、お米作り、あと、おにぎりですね、がすごく食べたくなるんじゃないかなと思います。で、具材は梅干しだね。この梅干しがまた泣けるんですよね。はい。で、この本の中には、私が特に印象に残っている、言葉っていうか、文字、表現があるんですけど、この小説の中に、一生懸命っていう言葉、ワードが何度か出てくるんですが、この懸命、この一生懸命っていう漢字って、4文字熟語で全部漢字で書くのが一般的かなとは思うんですけど、この原田マハさんが書く一生懸命は、一生は漢字なんですけど、懸命の方はひらがなで懸命って書かれてあるんですよね。それだけの話なんですけど、私はすごくそれが読んでいくときに刺さって、懸命っていうところを漢字にすると、命をかけるっていう、言葉になるかなと思うんですけど、すごく強い言葉だと思うんですよね、懸命って。でもそれを、ひらがなで、懸命って表現されているのが、すごく、主人公の青年にも当てはまるし、あとこの世界観っていうところ、その優しさみたいなのが、この懸命、なんて言うんだろう、力強く、かっこよくやっていくっていうよりも、もう、なんとか何度も心折れそうになりながらも、いろんな人に支えられたり、いろんな人の優しさに触れたりしながら、懸命に前に進んでいくっていう感じが、このひらがなの懸命にすごく現れてるなって、私は、これ超個人的な主観なんですけど、思って、この言葉の使い方っていうのも、原田マハさんが私が好きなところでもあるんですけど、あえて漢字にしない日本語、文章で、こうやって読み手の心に、心の金銭に触れてくる原田さんが、私は好きです。はい。で、これを読んでいくと、きっと、じわじわと元気が出て、自分も前を向いて歩いていこうと、
思える本かなと思います。はい。で、もし私がこの原田マハさんの小説で何かおすすめありますかと聞かれたら、一番最初に読んでほしいのは、この生きる僕らをおすすめしたいなって思います。この後ご紹介する本もすごく、有名な本だとは思うんですけど、まず一冊目を紹介するんだったら、この生きる僕らをおすすめしたいなって思うくらい、これ私とっても好きな本で、またこう小説とか本を読むっていうのをでやっぱいいなって思った一つのきっかけの本でもあるので、はい、優しい本です。ぜひまだ読んだことがない方いらっしゃったら、原田マハさんの生きる僕ら、ぜひ読んでみてください。はい。では続いてですね、2冊目をご紹介します。こちらも原田マハさんの本日はお日柄もよくっていう本になります。これは原田さんの本の中でも結構有名、知名度は高いんじゃないかなと思います。本屋さんでも上位のランキングのところによく置いてあるし、結構テレビとかなんか SNS とかでも見かけることが多いかなと思います。なのでこれは読んだことある方だったり、タイトルだけでも知ってる方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。2冊目はこの本日はお日柄もよくをご紹介したいです。で、またこれも簡単なあらすじをお伝えすると、これはどんな物語かっていうと、スピーチですね。言葉の力っていうのを伝えてくれる物語になってます。主人公は、とある OL の女性の会社員の方なんですけど、その方がある日、こう、親友の結婚式に出席をしていて、で、その結婚式がすごく退屈で、途中で寝落ちとかしたりしてるんですけど、その中で、話していたあるスピーチライターの人に心を動かされて、こうスピーチっていうところの世界に飛び込んでいく、お話になっています。で、その主人公の女性の方は、このスピーチっていうことで、この女性の方は、このスピーチライターの、人との出会いをきっかけに、言葉の力っていうのを信じるようになって、で、そこから今度は新しく自分の人生を切り開いていくっていう、それこそ、この前の、テーマでお伝えした、新しい挑戦だったり、キャリアチェンジ。そんな主人公の成長っていうのを描いた内容になっています。はい。で、私はこの本を読んで、初めて、こういうスピーチライターっていうのを知ったんですけど、このスピーチライターってどういうお仕事かっていうと、こう、他人が話すためのスピーチ、それこそ演説だったり挨拶、そういう原稿を考えるお仕事です。で、その中で政治家だったり、経営者、有名人、それこそ結婚式とか、そういう重要な場面で話す人たちが、こう自分の思いだったり、考えをより効果的に伝えるために、そういうスピーチライターの方がいて、で、その言葉を、ライターの方が代筆したり、文章を考えたり、あと実際に伝えたりする人っていうのをスピーチライターと言います。で、この本はそういう、お仕事の物語なんですけど、そのスピーチ、言葉の力っていうところにすごく焦点を当ててるので、実際になんか話し方のコツみたいな
のも学べるんですよね。なのでそういうのも勉強がてら読むのも楽しいかなって思うし、こう伝える声、言葉の人の心を動かす力っていうのをすごく感じる一冊になってるかなと思います。ごめん、さっきまで冷房つけてた。変な音声入ってたかもしれない。申し訳ない。今消しました。で、どこまで話したっけ？なんだっけ？ああ、はい。スピーチライターは、そういうお仕事です。で、この本の中には、私がかなり好きなフレーズ、言葉があって、それをワンフレーズだけご紹介したいなと思います。ちょっと読みますね。困難に向かい合ったとき、もうダメだと思ったとき、想像してみるといい。3時間後の君、涙が止まっている。24時間後の君、涙は乾いている。2日後の君、顔を上げている。3日後の君、歩き出している。っていうフレーズ、言葉があるんですけど、私はこれを、初めて読んだ時に、この言葉に出会った時に、すごく、なんて言うんだろうな、心が奮い立ったっていうか、とっても力をもらったんですよね、当時、これを読んだ時に。で、こう、原田さんの文章は、こういう優しい中に、こう、なんだろう、力強いだけじゃなくて、こういう優しい中にある力強さだったり、そういう、現実的にしんどい中にある、でもそこから頑張る、前に向かっていくっていう、そういうひたむきさ、まっすぐさっていうのが、よく、こういう主人公が成長する、お話の中には、特に込められているような感覚があって、で、私はそれが本当に好きで、こう、自分自身の、この読んでる自分も、なんか背中を押してもらってるような気持ちになれる本が、本当にたくさんあるので、この一冊の中にも、そういうシーンだったり言葉がたくさん、入ってるので、もし機会があれば、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。はい。あとこの中の言葉に、今すぐまっすぐっていうフレーズがあるんですけど、それもすごく私は好きです。はい。いいよね。っていう感じで、本当は他にも紹介したい本、本当にたくさんあって、今回は原田マハさんの2冊をご紹介したんですけど、それ以外にも小説とかで言うと、私は吉本ばななさんの本が大好きで、たくさんここにも置いてあるんですけど、それもまた別の機会でバナナさんの話もしたいなと思います。はい。あとはたまによく聞かれていたのが、
私はこういう小説とか本を読むときは、結構ペンを一緒に持ち歩いていて、蛍光ペンを持ち歩いてて、で、その読んでいく中で、自分が好きな言葉だったり、さっきみたいに、心に特に響いたフレーズとかは、もうガンガンその蛍光ペンでマーカーを敷いたり、マーカー引いて、後で見返せるようによくしてます。はい。で、なんかマーカー、ところどころに引いてあって、で、定期的に、ちょっと最近は、もうなかなか本を読める時間が取れていないんですけど、なんかそういう言葉が欲しいなって思った時は、こうやって本手に取って、パラ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 ってめくって、で、いろんなところに、線が引いてあったり、あと、その時ペン持ってない時は、ちょっと角を折り曲げてたりしてるので、結構もうボロボロになっちゃうんですけど、私は、こうやって読むと。はい。なんかそうやって見返して、この時この言葉が心に留まったんだな、みたいな。なんかそういう振り返れる時もあったりして、そういうのができるのも、こういう紙ならではかなと思うし、これだけデジタルが流行ってる中でも、私は特にこういう小説とかは、絶対紙で読みたいタイプですね。はい。ではですね、次。ワークアウトの時に何を聞いているか教えてください。っていう、これも結構よくいろんな方から、ご質問いただいていて、Vlog の中に、ワークアウト、トレーニングをしているシーンが、私はたくさんあるんですけど、その時に常に、イヤホンやってたり、こういうヘッドホンつけたりして、何かを聞きながらやっているので、それをご覧になられて聞いてくださったのかなとは思うんですけど、私は、よく聞いているのは、音楽か、ラジオか、あと YouTube のこの3パターンです。で、最近は一番よく聞いてるのは、ラジオをよく聞いてることが多いかな。で、ラジオは何を聞いてるかっていうと、いろいろ聞いてるのはあるんですけど、好きなのは、まず、サンドウィッチマンのラジオと、めちゃめちゃ面白いんですよ。あと、安住さんの日曜天国っていうラジオもめちゃ面白い。あとは、Take Me Higher っていう、女性二人が話してる、ポッドキャストもあるんですけど、これもすごく、面白いです。はい。面白いっていうか、すごく等身大な、話を、そのいろんなテーマに、二人が話してるのが、とっても心地いいし、モチベーションとかももらえます。はい。Take Me Higher ぜひ聞いてください。あとは、オーバーザさんですかね。これは結構有名かも。オーバーザさんも好きだし、あと、佐伯ポインティさんの生き放題ラジオも聞いたりするし、海外の方だと What's the Juice っていう、この方 YouTube で、
アメリカの Vlog とかをよく上げられてる方、女性の方がいるんですけど、その方とパートナーの方の二人で話してるポッドキャストもよく聞いてます。あとは、今よく聞いてるのはそのくらいかな。そのあたりをだいたいどれも毎週更新されてるので、それを聞いたり、音楽はこの私は Apple Music のサブスクを買ってるので、適当になんかプレイリストがあるじゃないですか。なんかそれを適当に選んで聞いたりだとか、しゅんちゃん聞いたり、清木場俊介さんですねを聞いたり、宇多田ヒカルさん聞いたり、あとはケツメイシとか平井大さんとか聞いたりしてますね。で、あと YouTube もたまに聞くときはあるんですけど、この YouTube はこれは完全に自分の YouTube ですね。こうやって動画を投稿するときに、皆さんにお届けをする前の段階で、映像をまず確認する作業を私はしているんですけど、そう映像だけじゃなくて、その映像を抜いて、その音だけで自分のその動画を聞いて、なんか途中で音がいきなりうるさい音がバンとか、たまにこう生活音とかを入れていると、音が急にうるさいのが入っちゃったりする時がたまにあるので、なるべくそこは編集の段階で修正してるんですけど、気づかずに入っちゃう時もあったりするんで、こう皆さんに公開する前の段階の時に、音声だけでこれから自分が公開する動画を聞いて、こう音が急に大きくなったり、逆に小さすぎたり、なんかそういう違和感がないかのチェックだったり、あとはこう最近はこの Vlog の最後にこうやってポッドキャスト話してる動画を作っているので、それを音だけで聞いて、音量とか、あとはなんか間が違和感ないかなとか、あまりこう間を空きすぎちゃっても不快に思われちゃうので、そういうところは要所要所カットしてこうやってお届けしてるんですけど、そのカットがちゃんと耳だけで聞いた時に違和感がないかなとか、実際は違和感ありまくりだと思うんですけど、ごめんなさい。はい。なるべくそういうのがないようにチェックを公開する前にしてるので、その時には自分のその動画を聞いたりもしてます。ただ、この自分の動画を聞くっていうのは本当に地獄ですね。こうやってこれまでも何度か動画の中でこう話すっていうことは割としてきたんですけど、で皆さん本当にお優しい方が多くて、すごくこの声だったり話し方っていうのを褒めてくれるんですけど、自分ではこの声がいいとは全く思っていないので、皆さんそうだと思うんですよね。自分の声ってすごい違和感がある風に思うと思うんだけど、もちろんそれは私もそうで、うわ気持ち悪い声してんなみたいな、
嫌なんですよ、自分の声聞くのって。ですけど、その公開する前には、それは必要な作業だ。作業っていうか、自分がそうしたいので、やってるんですけど。なんで、そういう時もあるかな。でも基本は、ラジオか音楽を聴いてることが多いです。あとは、その音楽の中で、この動画の中に使う、BGM を探しながら聞くみたいな時もありますね。そんぐらいかな。はい。はい。ではそんな感じで、今日も結構ちょっと話してしまったので、第4回目の題名のない手紙はこれで終わりにしたいなと思います。また今後も皆さんからいただいた題名、テーマをもとにですね、こうやっていろんな話ができればなと思っているので、こういうテーマが聞きたいとか、そういうのがあればですね、ぜひ動画のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。あとですね、この動画がいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。はい、今回も言いました。では最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。